どうもこんにちは。ホビーチャンネル武蔵です。最終組み立てと仕上げを行っていきます。ネオジウム磁石でフロントカウルが脱着できるようにしました。接着剤が固まるまでマスキングテープなどで固定しておきます。リアバンパーにエッチングパーツを取り付けます。バンパー側に干渉するところがあったので削っておきました。他のエッチングパーツと同じように瞬間接着剤で接着します。テールランプ類をつけていきます。フロントと同じようにウインカーは裏側にミラーフィニッシュを貼っておきます。テールランプはランナーの切り離し跡が表側に来るので、ヤスリとコンパウンドで跡を消しておきます。磨いたパーツを取り付けていきます。テールランプはインレットマークを内側に貼ることによって光を反射するような構造になっています。テールランプを組み立てたバンパーをシャーシに接着します。
リアウィングを取り付けます。リアウィングは開いた状態と閉じている状態の選択式でしたが、駐車している時には閉じているはずなので閉じている状態にしてみました。マフラーエンドはエッチングパーツを使用しました。粘性が高い接着剤デコプリンセスで接着しています。瞬間接着剤で接着してもよかったのですが、発火現象が怖かったのでデコプリンセスを使用しています。リアウィンドウにエッチングパーツを取り付けます。取り付け説明ではパーツの網目状のモールドの上に貼り付けるようになっていましたが、奥が透けて見えるようにモールドは切り飛ばしました。エッチングパーツの接着面が少ないので、瞬間接着剤用の硬化促進剤を先に塗っています。表側に硬化促進剤の跡が残ってしまっていたので、コンパウンドで磨き取っておきました。リアウィンドウの内側にアルミシートを貼り付けます。リアカウルにエッチングパーツを接着します。リアカウルにウィンドウを接着します。リアカウルにボディとの接合に使うネジをつけておきますが、5ミリほどネジをねじ込んでおくだけなので、ねじ込みすぎないように慎重に取り付けます。ホイールに固定ボルトを取り付けます。固定ボルトの上にデカールを貼り付けます。デカールは UV クリアで光沢を持たせてみました。タイヤは成形状のバリがあったので、紙やすりで取り除いておきます。番手は600番です。タイヤをシャーシに取り付けます。
タイヤがつくと車らしさがぐっと増してきました。ボディにリアカウルを取り付けます。固定用のネジを穴に通すだけです。サイドミラーのミラー部分にインレットマークを貼り付けます。フェラーリのロゴを貼り付けます。ここもインレットマークになっていて、モールドに塗装するよりシャープで実感が出た良い表現だと思います。エンブレムはデカールでした。ここも UV クリアで光沢を持たせてみました。ボディにサイドミラーを取り付けます。塗装の厚み分パーツが合いにくくなっています。無理に押し込むと塗装が割れてしまうので、パーツ側のダボを少し削ってから取り付けています。はみ出した接着剤は水を含んだ綿棒で拭っておきます。墨入れをしていきます。墨入れのタイミングは人によって違うようです。クリアを拭く前に墨入れをする人もいるようです。その場合、墨入れは光沢になってしまいますが、厚めにクリアを拭きたい場合やウレタンクリアを使う場合は、厚い塗膜で筋彫りが埋まってしまうので、クリア前に墨入れをせざるを得ないと思います。エナメル溶剤を含ませた綿棒で余分な墨入れを拭き取っていきます。最後にタミヤのツヤ出しコーティング剤で全体にツヤを出していきます。こちらが完成になります。キットを作成した感想ですが、タミヤのキットなので愛はよく、組み立て工程もよく考えられていて、作っていて楽しいキットになります。強いて言うならパーツ点数が多く根気というか作り応えがあるキットです。逆に、言うと完成した時の達成感はかなりのものになります。スタイルも抜群でエンツォ・フェラーリのキットとしては決定版になるのではないでしょうか。このキットの見どころですが、特徴的なバタフライドアが開閉できます。バタフライドアが開閉できるのと、エンジンルームも実感たっぷりに再現されています。このサスペンションのスプリング部分はエナメル線に変えてみました。パイピングにも、挑戦しようと思ったのですが、ネット上の画像ではどこからどこにつながっているのかよくわからず、断念してしまいました。
続いてアンダーカウルはエンジンルームチョッカーをクリアのままにして中が、透けて見えるようにしました。半透明なプラスチックだったので、もう少し磨き込んでクリアにしてもっと、中が見えるようにすればよかったかもしれません。フロントカウルは、取り外し可能にしました。ここの位置とここの位置とカウル側のここの位置とここの位置、それぞれにネオジウム磁石を仕込んで、脱着可能にしてあります。次に失敗点についてですが、表面の艶出しには、若干課題があります。表面張力でエッジ部分に溜まってしまったところを、溜まってしまった塗料を、均一になるように磨き込もうとして、角が出てしまったところが若干あります。こういうところに少し角が出てるんですが、画面で分かりますでしょうか。あと磨きの工程に非常に時間がかかってしまいました。これは砂風を吹いた後にそのまま直接、塗装をしてしまったのが多分原因で、砂風を吹いた後に一旦表面を平らにしてから、赤い色で表面の色を塗れば、もっと、表面の磨きに時間がかからなかったと思います。でフェラーリの、版権についてなんですが、2020年現在フェラーリのタミヤのフェラーリは非常に、手に入りづらくなっております。版権の関係で製造ができなくなってしまったようです。というのは、ここのメーターパネルのところのデカールに失敗してしまい、はじめ赤いデカールを貼ったんですが、デカールがメーターパネルにピント合わないですね。赤いデカールを貼ろうとしたんですが、それに失敗してしまい、デカールだけ取り寄せようとタミヤに電話をかけたところ、もう製造はしないですよと。版権がないので、もう製造の予定もありませんと言われてしまいました。このキットがもう手に入らなくなってしまうのは非常に、残念なことになりますが、フェラーリの版権については今までもそのようなことがあったらしく、そのうちまた再販されるかもしれません。5年先になるか10年先になるかはわからないですが、そのうちまたきっと再販されることを切に願っております。